それでは今日は、サフェザですね、サフェザ。で、最近クレオスさんもピンクサフなんてのは出してきたみたいなんですけど、まだ僕はこれ買ったばっかなんで、前のスープラでもね黄色混ぜてたんですけど、今回はピンクにしたいマゼンタをこれに混ぜて塗ります。どのぐらい混ぜるってほんの少しですね。でこれはねやっぱり基本パテなので、パテではないですけど下の方にかなり沈殿しちゃうんですよ。だからよくかき混ぜて、あれ買ったばっかだからまだボール入ってないんで、よいしょ。クレオスだったかなこれ、ステンレスのボールですね、高級。3つぐらい入れとくか。なんかこの四角い瓶ってどうなんだろう、かき混ぜにくいと思うんだけどね。どうしてもこのエッジのところに残っちゃいそうな気がして、どの程度使うか。ボディ、それからアンダーボディはね暗くしたいまた始まったぞこいつ。黒サフはさすが塗らないけど、グレーサフ、アンダーボディはグレーサフ使ってみます。だから上だけですね。足りないとね追加になった時に、だからそんな厚拭きはしないからもうしとくか。ちょっとピンク色になる程度、薄いピンク色でいいと思います。ボディ裏側を先に塗った方がいいかもですね。表に裏側の黒が出るってことはちょっとないと思うんですけど、エアブラシを、前回は 0.3 使ったんで、前回はって前の模型ね、戦車だっけ、違う、 F4 ファントムだ。連帯ゴムに変えてやって、まずね裏から塗ります汚ねえけど、黒サフのこれ1500ですね。いやーなんだろうな、エアブラシ調子悪いな。ボタンがめっちゃ重いんですよ。で脈度っていうかなんだろうなこれ。ほらエアがちゃんとどっかで漏れてるかな。さっきのちょっと薄いな。いいや、重ねよう。薄い分にはねちょっとイラッとするけれども、塗り重ねればいいんじゃないのかな。さっきの部はなんか変に脈動してたやつ分かりました。テールボディが緩んでました。テールボディってここね、ここが緩んでました。ちょっとあまりにも薄すぎるな。ご覧のように今回赤系ですね、赤系。チェリーなんちゃらパール。要は小豆色のパール巻いた。チェリーレッドパール、日
本車でもあったのかな、右ハンドル仕様でレッドパールってあるんで、もしかしたら日本車にもあったかもしれない。まあその下地です。暗い赤なんでピンクで塗る必要はなかったかもしれないですけど、まあ念のためですね。念のためっていうかわかんないです。赤い車ってもう本当に10年以上前に思い出したようにテスタロッサの赤を作って、その時はグレーの上に赤ですからね、ピンクサフなんて使った知識はなかったですから。10年ばかじゃないがもっと前だな、今変な風に塗っちゃうと段になってるんですけど、やっぱりここね、これはこの後削るんでいいです。ここは塗り重ねます。でまあこのようにピンク色になりました。ということは赤系の色、赤だなってことですよ、まあ赤い系統の色です。で今やるのはそのピンクサフに、黒を混ぜて裏側、ボンネットの裏側もね暗い色で塗っちゃおうかなと思って、まああんまり影響ないと思うんですけどね。サフェーサーなんで、まあ暗い色にしようと思ったら別に黒に塗ってもいいですけど、ちょっとムラが怖いなと思って一応ピンクサフにちょっと黒を混ぜてグレーっぽくしたんだけど、全然グレーっぽくなってねえや。まあいいや。これね、色の配合比がインストに書いてあるんですけど、まあマルーンみたいな色じゃないですかね、多分。マルーンみたいな色で、パールですよという色です。でこの車はなんか車体仮面が全部ボディショップってことで、こっちもエンジンの方も塗らないとダメか。サフェサ乾いたら例によって、1500番のペーパーで、研いでいきます。研いでいくというか表面慣らしていきますね。で今回結構なぜだろう、引っ越しの片付けもあるんで、引っ越し前ですね、掃除とかちょっとホコリが舞ってて、ホコリがちょっと多めについちゃったんです。で1500番で軽く表面、1枚皮を剥ぐとよく言います。でも結構ね、このタミヤのサフェーサー自体が非常にキメが細かいので、あんまり変わんないもんね。これ何番手ぐらいあるんだ。サフェーサー何番手、クレオスは書いてあるけど、サフェーサープライマーとしか書いてない。1500番、1500番ってあんまり変わんないですね。そう、引っ越しは今住んでる近くです。車で10分かかんないかな、10分ぐらい、7、8分ですね。7、8分なんですけど、山の方です。山の方。この前載せてましたね、動画で。そっちの山の方です。山の方とは言うても山のふもとですね。非常に林間学校みたいな気分が味わえます。林間学校何年生？なんかね、あれも例の山火事ですけどね、
どうなんでしょうね。犯人見つかったっていうか、原因が見つかったら、犯人っていう言い方は多分ねダメだと思うんです。なんだけど、山に入って、まあ過失は過失なんですけど、その過失の度合いっていうのがあるらしいんですね。もう明らかに火が燃え移りそうなところで焚き火をして、でその火の始末をしない、つけっぱなしで帰っちゃったというのが重大な過失って、かなりやるか普通みたいな感じなの。最低限消すよねみたいな。まあただ非常に山の中落ち葉があるんで、大丈夫だと思って火をつけても火の粉がね落ち葉に移っちゃう。冬場は乾燥してますからね。この前の火事でも非常になんだろう、ここ変な傷が入ってる。消せない。いやー、これちょっと、まあこういう傷が見えるのはプライマーのいいとこなんですけど、この傷補修した後またこれ塗るの？ピンクのパテ作ってみようか。ピンクのパテできるんじゃない？ホワイトパテにね色の源入れて、ちょっと後で試してみよう。まあそんな山の方に引っ越します。リノベですね。リノベってほどできないから、コーキングしかできないから俺。コーキングとあと防水できるな、防水。大工仕事はね、ちょっとやったことないです。まあできなくはないと思うんですけど。まあだから壁塗るぐらいかな。しますけどね。築40何年だあれ、74年だったかな。だから42年。ああそう。GR スープラでホワイトサフにイエロー混ぜてって、ちょっと僕ね勘違いしてて、クレヨンスの使ってたのはね、多分ベースホワイト。これ俺パテだと勘違いしてて、パテの時パテじゃねえサフェーサーだとこれに色混ぜてるんですけど、まあ綺麗に塗り上がったからいいんすけどね。であれもそんなにヤスリは極端には入れてないんで、それほど残ってはいない、傷は残ってなかったです。ベースホワイトはサフェーサーじゃないです。でクレオスってホワイトサフ出してるのかな。出してなかったような気がするんだよな。出てんだね。今あるんだね、ホワイトサブって。それでこれ今回はタミヤのそんな間違いがあったんでね、タミヤのホワイトサフを買ってきて、それ買っといたんですよ。でまあピンクサフ作ろうと思ってたらクレオスがピンクサフ出したって、近くのちっちゃなお店にはまだ来
ってないんですけど、模型屋もあまり最近行かないからね。そう、情報弱者ですよ。でまあタミヤのホワイトサーフ買ったから、それでピンクサーフ作ろうと思って作ってみました。で今これちょっと研ぎ始めてなんだろう、まあ実際ちょっと塗ってる時にもと思ったんですけど、硬いですね。これ硬い。クレオスみたいにさーっと削れてかない。サフェーサーで硬い利点って何があるのかな。だからサフェーサーって基本これパテと一緒だから、この作業って必要だと思うんですよ、ある程度は。まあやんなくてもいいですけど、昔やってなかったから俺。いやこんなに硬いとちょっとこれ水研ぎじゃないと厳しいな。なのでちょっと水研ぎに変更です。今回はなんか汚ねえ水だなこれ。そうそう、水研ぎに変更します。多分水研ぎの方がってこと、これ外さないとダメかな。まあいいや。ということを感じました。今これ初めて。ちょっと硬いな。表面がなかなかね削れてかないんですよ。多分この方が楽だと思う。滑りますからね。あまり硬いところで無理くりやってるとまた変な傷がついちゃっても嫌だから。で、まあ、家内と2人住まいになるんですけど、結構部屋数はね 1,2,3,4,5LDK か。だから僕は2階の部屋2つもらいます。2階が好きなんですよ。多分そのうち登れなくなるし多分そのうち足腰高くなって登れなくなるとは思うんですけど、2階好きなんですよ、高いとこが。2階2部屋、1部屋を寝室、1部屋を仕事部屋、ワークルーム。だからワークルームだから、仕事用ですテレワーク用の部屋ですよ。まあその片隅にプロモデル作るブースがあるだけですけどね、片隅に。まあそれ部屋の広さの都合上ですね。でまあそのワークルームはね洋間なんで特に何もしないでもそんなに傷んでなかったんで、FF ストーブの煙突が飛び出してるだけかな、邪魔くさいのは。まあ FF ストーブ使うならあれ流用できるけど、今の FF ストーブって煙突いるのかな、どうなんだろう。そう今ね狭いわ塗装ブースがすぐ脇にあってその向こうがベッドだからやっぱり埃がねどうしても。でまあお値段はね非常に箱手でした。年数も経ってるからもう10年ぐらいで完済できると思います。
まあ今少なくとも今の家賃より安くなりますから。であれですね、僕くらいの年齢になるとまあ不動産屋さんとも話してたんですけど、僕ぐらいの年齢になると奥さん名義でやっぱり買う人が多いですね。でまあうちもそうしました。老い先短いんで俺がまあということですよね。そういう部分も考えないと、後々相続とかめんどくせえことになるんで、もう今のうちにそういう形を作っちゃった方がいいらしいです、お年寄りは。だから言ってみれば居候ですよ、僕そうです、居候です。うわー、ちょっと下地かこれ、なんとなくなんだろう、影か、うっすらとごめんね、グレーが、まあ色はねエンジ色みたいな色なんで赤ほど弱くはないはずですから、もうこれで進めちゃいます。まあよっぽどこれでやっててこんにちはってグレーが出てきちゃったらばできますけど、佐藤さんもう一回、まあ、それこそそこはベースホワイトに赤混ぜりゃいいんだよね。でベースホワイトって何のために塗るのという人のために、あれです、要は下地を隠すんですよ、白で。例えば白い色とか黄色い色の車を塗る場合に、下のプラスチックがグレーとかだったらばムラになっちゃうんですよね。それを塗るために隠蔽力の高い白で、基本的に白っていう色も隠蔽力はそんな高くないんですけど、サフェーサーとかベースホワイトとかは粒子が非常に粗いので隠蔽力がそれなりにあるってことで、それを下地に塗ってやる。出てきた。これね、こういうとこね、研ぎ出しするとね、こういう黒が出てくるんですよ。これ多分やっぱりもうちょい厚めに塗ればよかったのかな。いやこれトイレだと一回ベースホワイトにピンク作って、ベースホワイトでピンク作って1枚塗ってやった方がいいのかな。だ結構濃い色なんでね、それこそマルーン、そう昔の300Z、一番最初のフェアリティ Z ってなんだろう、 Z、タミヤで12分の1であったじゃないですか、昔ね。今は多分出てないと思います。あれ昔作ったんですよ、中学生の頃。結構出るな。大丈夫だと思うけどな、あれ濃いから。赤じゃないからね。赤だったらこれ塗らなきゃダメですから。これ今何番でやってる？ 1500 番だよね。塗膜が薄いわ。全然薄いわ。ここほら下地隠れてねえ。いいです。多分出ないと思います。昔のフェアレディ Z のイメージカラーっていうか、マルーン、焦げ茶色っていうか小豆色、ワインレッドまでいかねえな、あれマルーンですね。懐かしいわ。中学生ぐらいだと思ったけどな。中学生ぐらいだ。小牧市、愛知県の小牧市に住んでた頃ですからね。高校出た時に名古屋に引っ越したから、
小牧で作った記憶がある。そう、虎屋さんとか市川模型店とかでプラモ買ってました。のでそのフェアレディーズ Z12 分の1生木にね作って、で缶スプレーだしね、缶スプレーですね。やっぱり缶スプレーでブワーっともそのまんま浮いてたんですよ。で缶スプレーだから粒子が大きくってブツブツになりますね。要は柚子肌の大きいやつです。柚子肌の大きいやつ、夏みかん肌何言ってんだ僕もさそうもっとザラッザラでね、でまあ明らかに違うだろうみたいな、車じゃないよね、車はもっと綺麗だよねって子供ながらに思って、ザラザラならばヤスリで削ればいいじゃんって言って研ぎ出しの始まりあれが僕の何番で削ってたろう、多分ね800番とか800番とかで削っていきなりコンパウンドで磨いて綺麗になったやってたな確かで、持ち上げたらあれサスペンションも稼働じゃないですか確かね、ボールジョイントかなんかね持ち上げたらバラ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 足回り全部落ちてきたという、びっくりしたな。そんな記憶があります。トラウマですよ、だからキットは。だから言ってみればこの今作ってるフェアレディ Z は僕のリベンジですね。リベンジ、フェアレディ Z に対するリベンジです。まあこんな感じで削っていって、あんまりグレーが強く出るとこはちょっと色を塗ります。一応塗るかね、怖いから。多分塗らなくても大丈夫だと思うんですけど、紫色というか茶色だよね、ほとんど。大丈夫だと思うんですけど。で、予定ではその紫色だか茶色だか塗っていやして通り作りますよ、ちゃんと赤ベースでね、パープル入れて、マルーンでもいいような気もするんですけどね。でその上からパールレッドを吹こうかなと思ってます今回。動画的に非常にちょっと今日はあんまりしょうもない話しかしてないですけど僕の個人的な話しかしてないような気がするけれども、勘弁です。それではまた。お知らせです。まあ、この後通常であれば塗装の方ですね入ってくんですけど、部屋の埃の状況を見るとちょっとその冒険は避けたいなと思いまして、これねパテ修正しました。ピンク色のパテちっともピンクじゃないよって感じです。ほんの少し顔料入れてピンクっぽくしたんですけどね。違うか。ピンクなんだけど周りの当然周り削れば周り取れるよね、それさ。でそれが白く出てるという、ここもちょっと傷があったんですけど、見えるかな、前の方の細い濃いピンク、これがピンクパテ意味がないものです。それはいいです。でこの後どうしようかな。これはもうちょっと塗装引っ越し後に新居の方で、新居ってボロボロの家なんですけどね、
一発目これを塗ろうと思います。でボディの方は置いといて、ただまあ引っ越し準備リフォームっていうか、そうですね、リフォームもあるんで、そっちに作業時間取られちゃって、まあ実際プラモデル作れない状況がそろそろ出てくるのかなと。合間を見て、これではなくまあこっちのパーツですね、エンジン周りとかそういう方を合間を見てちょこちょことやろうとは思うんですけど今のレベルで見るとちょっとすっげえ振ってシャフトがまあほぼこれも素組みでいくと思いますね。まあこっちの方もしかしたらちょっとできるかもしれない。時間を見てなんであまり自信ないです。なので動画の方がもしかしたらちょっと止まっちゃうのかなという感じがしますので、まあ私事ながら、ご了承ください。それではまた。